宙の果てを探る旅へようこそ。今回のテーマは、人類はどこまで宇宙を観測できるのかという壮大な問いです。私たちが今見ることができる宇宙は、直径約1000億光年の広大な観測可能領域です。しかし、これは実際の宇宙のごく一部に過ぎません。さらに興味深いことに、私たちには限られた時間しかありません。宇宙の膨張により、いずれ宇宙の一部は永遠に見えなくなってしまうのです。では、私たちはあとどれくらいの時間、宇宙を観測できるのでしょうか。そして、その間に何を見ることができるのでしょうか。まず基本的な概念から説明していきましょう。光は瞬時に届くわけではありません。太陽の光が地球に届くまでに8分かかり、月からの光は 1.3 秒かかります。天の川銀河の星々からの光は、数百年から数千年かけて私たちに届きます。最新のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使えば、数十億年前の光を観測することができます。夜空を見上げると、地球を中心とした球体のように見えますが、実際には異なる距離からの光が作る殻のような層で構成されています。最も遠くから届く光は、宇宙マイクロ波背景放射、CMB と呼ばれるものです。これは、ビッグバンから約30万年後に放出された光で、137億年かけて地球に届きました。しかし、ここで少し混乱するかもしれない概念が出てきます。CMB が放出された時、その光を放出した物質は現在の天の川銀河の位置から約4000万光年の距離にありました。これは宇宙規模で見ればすぐ近くですが、宇宙の膨張により、その光が私たちに届くまでに137億光年も移動しなければなりませんでした。さらに興味深いことに、CMB を放出した物質から形成された銀河は、現在では反対方向に465億光年も離れています。このように、観測可能な宇宙の半径は465億光年と言われています。これは、現在の宇宙の膨張を一時停止させた場合の、最も遠い観測対象までの距離を表しています。CMB よりも早い時期の宇宙を直接見ることはできませんが、ニュートリノのような素粒子は原子の濃密なプラズマを通り抜けることができ、ビッグバンにより近い時期の情報をもたらす可能性があります。また、最初の1秒未満の間に発生した重力波が、いつか検出できるかもしれません。理論上、観測可能な最も古い時期はビッグバン自体です。ビッグバンは特定の場所で起きたわけではなく、宇宙のあらゆる場所で同時に発生しました。しかし、もしビッグバンを観測できるとすれば、それは宇宙マイクロ波背景放射のすぐ外側の嗅覚で起きたものを見ることになります。この境界を粒子地平線と呼びます。これが観測可能な宇宙の絶対的な限界となります。ただし、この限界は時間とともに拡大していきます。私たちが待てば待つほど、より遠方からの信号が届く時間的余裕が生まれるからです。しかし、残念ながら、たとえ無限に待ったとしても見ることのできない宇宙の領域が存在します。これを理解するために、地空図を使って説明してみましょう。地空図とは、空間と時間を同時に表現する図です。通常の3次元空間から2次元を取り除き、1次元の空間と時間の2次元で表現します。光は地空図の中で45度の角度で進みます。この角度より急な傾きは光速より遅い速度を表し、私たちの現在の位置に信号を送れる可能性のある事象は、この光円錐の中か境界上にあるものだけです。しかし、ここで重要な問題が生じます。宇宙は膨張しているため、過去の時点では現在見えている領域はもっと小さかったのです。ビッグバン直後、宇宙のすべての空間は一点に圧縮されていました。その後、宇宙は膨張を始め、最初は物質の重力により膨張速度は減速していました。しかし、数十億年前からダークエネルギーが支配的になり、宇宙の膨張は加速し始めました。このため、私たちの光円錐は過去に向かってある点で収束します。これを共同座シルベ形で表現すると、膨張する宇宙の中の固定点は垂直な線として表されます。この座標形では、光の経路は曲線として表されます。さらに興味深いことに、ハッブル地平線と呼ばれる境界が存在します。これは、宇宙膨張による交代速度が光速に等しくなる距離です。現在のハッブル地平線は約145億光年の距離にあります。一見すると、
これより遠くの天体からの光は届かないように思えますが、実際には CMB のように465億光年先からの光も観測できています。これは、光が放出された時点では光体速度が光速の3倍程度だった領域からでも、光が宇宙の膨張に逆らって進むことで、最終的に地球に到達できるためです。しかし、ダークエネルギーによる加速膨張の影響で、ハッブル地平線は今後収縮し始め、最終的には局所銀河群の周りで停止します。これにより、宇宙の残りの部分から永遠に切り離されることになります。この最終的な境界を宇宙論的事象地平線と呼びます。現在、この境界は共同距離で630億光年にありますが、時間とともに収縮していきます。約100億年後には、宇宙論的事象地平線は収縮するハッブル地平線と一致します。この時点で、それ以上遠方の新しい事象を観測することは永遠にできなくなります。しかし、これは宇宙が突然暗くなることを意味するわけではありません。むしろ、この時期に宇宙の最も広い視野を得ることができます。最も遠方からの光子が、ちょうど間に合ってハッブル地平線を越えてきます。これらの光子は、宇宙初期の630億光年の半径を持つ宇宙論的事象地平線からの情報をもたらします。これは現在の観測可能範囲の約 1.5 倍の大きさです。ただし、この広大な視野は永遠には続きません。光子は宇宙空間の外向きの流れに逆らって長い戦いを続けた結果、そのエネルギーを失い、ますます赤方変異していきます。約1000万年後には、ほとんどの銀河は赤外線で輝くようになり、数千億年後には、最もエネルギーの高い光子でさ、収縮したハッブル地平線よりも大きな電波アンテナが必要になるほど引き伸ばされてしまいます。最終的に、空は完全に暗くなります。これが人類が宇宙を観測できる限界です。ただし、収縮するハッブル地平線から脱出して異なる視点に移動できれば、また新しい視野を得ることができます。この壮大な宇宙の物語は、私たちに謙虚さと同時に、知識を追求する勇気を与えてくれます。たとえ永遠に見ることのできない宇宙の領域があったとしても、私たちにはまだまだ発見すべきことが無限にあるのです。宇宙の観測可能な範囲について、身近な例で考えてみましょう。地球を中心に、まるで玉ねぎの層のように広がる観測範囲があります。一番内側の層には、私たちの太陽系があります。太陽系の大きさを理解するために、太陽をバスケットボールに例えると、地球は小さなビー玉ほどの大きさになります。そして、最も外側の惑星である海王星までの距離は、約 1km になります。この広大な太陽系でさえ、私たちの天の川銀河の中ではほんの小さな点に過ぎません。天の川銀河には約2000億個の恒星があり、その直径は約10万光年です。光年という単位は一般的には馴染みが薄いかもしれません。1光年とは、光が1年間に進む距離で、約 9.5 兆 km です。新幹線の速さで行くと、1光年の距離を進むのに約1000万年かかります。天の川銀河の向こうには、アンドロメダ銀河があります。約250万光年離れたこの隣の大銀河は、私たちの銀河と似たような渦巻き銀河です。夜空で肉眼でも見える最も遠い天体の一つです。最新の観測技術により、私たちはさらに遠くの銀河を見ることができます。2022年に打ち上げられたジェームズ・ウェット宇宙望遠鏡は、ビッグバンから約3億年後の最初期の銀河を観測することに成功しました。これらの遠方銀河は、現在の姿ではなく、数十億年前の姿を私たちに見せています。例えば、130億光年離れた銀河を観測すると、その銀河が130億年前にどのような姿だったのかを見ていることになります。宇宙の膨張について、風船の表面に描かれた点を例に考えてみましょう。風船を膨らませると、すべての点が互いに離れていきます。これが宇宙の膨張の簡単なモデルです。ダークエネルギーの影響で加速する宇宙の膨張は、まるで風船を誰かが積極的に膨らませ続けているようなものです。この膨張により、遠くの銀河ほど早く私たちから遠ざかっています。ハッブル地平線の概念は、川の流れに逆らって泳ぐ魚に例えることができます。流れが速すぎると、魚はどんなに頑張って泳いでも上流に進めません。同様に、
宇宙の膨張が光速を超えると、その先からの光は私たちに届きません。現代の宇宙物理学は、驚くべき予測を示しています。約1兆年後には、私たちの局所銀河群以外のすべての銀河が見えなくなるでしょう。夜空から銀河が一つずつ消えていくように、観測可能な宇宙は徐々に小さくなっていきます。しかし、これは悲観的な結末ではありません。むしろ、現在の私たちが、宇宙の歴史の中で最も豊かな観測機会を持っていることを意味します。私たちは、過去の宇宙の姿を見ることができる特別な時代に生きているのです。宇宙マイクロ波背景放射の発見は、まるで宇宙の誕生証明書を見つけたようなものでした。1964年、ペンジアスとウィルソンは、どの方向を向いても検出される微弱な電波を発見しました。これは、ビッグバンの痕跡でした。今日の科学技術の発展により、私たちは宇宙の歴史をより詳細に理解できるようになっています。例えば、重力波検出器は、ブラックホールの合体のような激しい現象を観測することができます。これは宇宙を理解する新しい窓を開いたことになります。従来の望遠鏡が光を使って宇宙を見ていたのに対し、重力波は時空の歪みを直接検出することができます。人類の観測技術は日々進歩しています。将来、月や火星に大型望遠鏡を建設することで、地球からは見えない宇宙の姿を観測できるようになるかもしれません。また、人工知能の発展により、膨大な観測データから新しい発見を効率的に見つけ出すことができるようになっています。これにより、宇宙の理解はさらに深まることでしょう。宇宙物理学者たちは、現在観測できる宇宙の外側にも、無数の銀河や星々が存在すると考えています。これはマルチバースやパラレルユニバースとは異なり、単に私たちの観測限界を超えた領域のことです。宇宙の年齢について考えてみましょう。現在の宇宙は約138億歳です。これは非常に長い時間に思えますが、実は宇宙はまだ若いと言えます。将来の宇宙は、現在とは全く異なる姿になるでしょう。例えば、1000億年後には、ほとんどの恒星が一生を終え、新しい星の形成も止まります。宇宙は徐々に暗く、冷たくなっていきます。これは宇宙の熱死と呼ばれる現象です。しかし、それまでの間に私たちができることは無限にあります。現在の技術では、宇宙の約 5% しか理解できていません。残りの 95% は、ダークマターとダークエネルギーという謎の物質とエネルギーで構成されています。ダークマターは、通常の物質のように光を放出したり吸収したりしませんが、重力的な影響を及ぼします。銀河の回転速度や銀河団の動きを観測することで、その存在が推測されています。ダークエネルギーは、さらに謎めいた存在です。これは宇宙全体に広がる見えないエネルギーで、宇宙の膨張を加速させる原因となっています。その正体は、現代物理学最大の謎の一つです。宇宙望遠鏡の技術は日々進歩しています。2022年に打ち上げられたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、従来のハッブル宇宙望遠鏡の100倍以上の感度を持ち、初期宇宙の姿を鮮明に捉えることができます。このような観測技術の進歩により、私たちは宇宙の歴史をより詳細に理解できるようになっています。例えば、最初の星々が誕生した宇宙の夜明けの時期を直接観測できる日も近いかもしれません。また、系外惑星の研究も急速に進んでいます。現在までに5000個以上の系外惑星が発見されています。これらの中には、地球に似た環境を持つ惑星も存在する可能性があります。私たちの宇宙に対する理解は、まだ始まったばかりです。観測可能な宇宙の限界があったとしても、その中には数えきれないほどの謎と発見が待っています。宇宙の膨張と観測限界の関係は、私たちに重要な教訓を与えてくれます。それは、知識を得るためには時期が重要だということです。今私たちが見ている宇宙の姿は、将来の世代には見ることができなくなるかもしれません。このことは、科学的な観測や記録の重要性を教えてくれます。現在の私たちには、宇宙の過去と未来をつなぐ重要な役割があるのです。宇宙の観測限界は、私たちの科学的な挑戦の限界でもあります。しかし、その限界に近づこうとする努力の過程で、私たちは新しい技術や理論を発展させ、思いもよらない発見をすることができます。
人類は常に限界に挑戦し続けてきました。地球から月へ、太陽系の惑星へ、そして今や銀河系の彼方へと、私たちの視野は着実に広がっています。私たちは、宇宙という巨大な書物のほんの一部しか読むことができないかもしれません。しかし、その一部の中にも、想像を超えるような驚きと発見が待っているのです。観測可能な宇宙の限界について考えることは、私たち人類の存在の特別さを再認識させてくれます。私たちは、宇宙の膨張を発見し、その法則を理解できる特別な時代に生きているのです。宇宙の観測には、様々な方法があります。可視光線による観測だけでなく、電波、X 線、ガンマ線など、様々な波長の電磁波を使って宇宙を観測しています。それぞれの観測方法は、宇宙の異なる側面を見せてくれます。例えば、電波望遠鏡は星間ガスや塵の中を見通すことができ、可視光では見えない天体を発見することができます。X 線望遠鏡は、超高温のガスや活動的な銀河核を観測するのに適しています。ブラックホールの周りで激しく運動する物質が放出する X 線を捉えることで、ブラックホールの性質を研究することができます。重力波観測は、これまでにない全く新しい宇宙の観測方法です。重力波は、光や電磁波とは異なり、物質を通り抜けることができます。これにより、これまで見ることができなかった宇宙の現象を観測できるようになりました。宇宙の膨張速度についても、まだ多くの謎が残されています。異なる観測方法で測定した宇宙の膨張速度に、わずかな食い違いが見られるのです。これはハッブル張力と呼ばれる問題です。この食い違いは、私たちの宇宙理解がまだ不完全であることを示唆しています。新しい物理法則や、未知の宇宙の構成要素が存在する可能性もあります。宇宙の膨張が加速していることは、私たちの宇宙観を大きく変えました。かつては、重力により宇宙の膨張は次第に減速すると考えられていました。しかし、実際には反対に加速していたのです。この発見により、宇宙の未来像も大きく変わりました。永遠に膨張を続ける宇宙では、銀河間の距離は際限なく広がっていきます。やがて、他の銀河を観測することができなくなります。このように、宇宙の観測限界は時間とともに変化していきます。現在見えている宇宙の姿は、将来の世代には見ることができなくなる可能性があります。一方で、新しい観測技術の開発により、現在は見ることができない宇宙の姿を見ることができるようになるかもしれません。例えば、ニュートリノ望遠鏡は、宇宙初期の姿を探る新しい窓を開く可能性があります。また、量子通信や量子コンピュータの発展により、これまでにない方法で宇宙を観測し、理解することができるようになるかもしれません。科学技術の進歩は、常に私たちの宇宙観を更新してきました。100年前には想像もできなかったような観測が、今では日常的に行われています。将来の世代は、さらに驚くべき発見をするでしょう。私たちが今見ている宇宙の姿は、宇宙の真の姿のほんの一部かもしれません。宇宙の観測限界を理解することは、私たちに謙虚さを教えてくれます。どれだけ科学技術が発展しても、永遠に見ることのできない宇宙の領域が存在するという事実は、私たちの知識の限界を示しています。しかし同時に、これは私たちに希望も与えてくれます。観測可能な宇宙の中には、まだ無数の謎が残されているからです。私たちはその謎を一つずつ解き明かしていくことができます。宇宙の膨張による観測限界は、時間との競争でもあります。現在の私たちには、将来の世代には見ることができなくなる宇宙の姿を記録し、理解する責任があります。私たちは今、宇宙の歴史の中でも特別な時期に生きています。ビッグバンの痕跡を直接観測でき、宇宙の構造や進化を理解できる、恵まれた時代なのです。この機会を最大限に活用し、できる限り多くの知識を得ることが、現代を生きる私たちの使命かもしれません。その知識は、将来の世代の貴重な遺産となるでしょう。宇宙の観測限界は、物理的な制約であると同時に、私たちの知的探求の原動力でもあります。限界があるからこそ、その中でできる限りの発見をしようと努力するのです。最後に、宇宙の観測限界について考えることは、私たちの存在の意味を考えることにもつながります。
観測可能な宇宙の中で、生命が存在し、宇宙を理解しようとする知性が生まれたことは、驚くべき偶然なのかもしれません。私たちは、宇宙という壮大な物語の一部として存在しています。その物語を理解し、記録し、次の世代に伝えていくことが、私たちにできる最も重要な貢献かもしれません。観測可能な宇宙の限界を理解しようとする試みは、予想外の発見をもたらしています。例えば、宇宙の膨張による光の引き伸ばし効果を逆手に取った新しい観測手法が開発されています。極端に赤方変異した光を特殊なフィルターで分析することで、これまで見えなかった超遠方天体の存在を突き止めることができるのです。さらに興味深いのは、宇宙の膨張そのものを利用した観測方法です。膨張する空間は、光の波長だけでなく、空間そのものの性質も変化させます。この微細な変化を捉えることで、従来の観測限界を超えた情報を入手できる可能性が出てきました。宇宙の大規模構造にも思いがけない特徴が見つかっています。銀河の分布を詳細に調べると、あたかも高次元の物体を3次元に投影したような幾何学的パターンが浮かび上がります。この発見は、私たちの宇宙が想像以上に複雑な構造を持っていることを示唆しています。宇宙の観測限界に挑戦する過程で、時間の概念そのものを見直す必要性も出てきました。宇宙の膨張により、異なる場所では時間の進み方も異なる可能性があります。これは単なる相対論的効果ではなく、空間の性質が時間の流れに与える根本的な影響かもしれません。従来の物理法則では説明できない現象も次々と発見されています。特に注目を集めているのは、複数の銀河団が示す異常な運動パターンです。これは、私たちの知る重力法則が大規模構造では異なる振る舞いを示す可能性を示唆しています。宇宙の限界に迫る新しい視点として、量子重力レンズという革新的な概念が提案されています。通常の重力レンズ効果に量子的な性質を組み合わせることで、古典的な限界を超えた観測が可能になるかもしれません。この技術が実現すれば、宇宙の膨張による観測限界を部分的に克服できる可能性があります。実験段階では、わずか数ナノメートルの範囲で量子重力効果の検出に成功しています。宇宙の大規模構造には、予想外の非対称性が隠されていることも分かってきました。ある方向を見ると銀河の分布が密で、反対方向では音になるという現象が発見されています。この非対称性は、宇宙の初期条件に関する従来の理論に修正を迫るものです。特筆すべきは、宇宙の膨張速度の局所的な変動です。場所によって膨張速度が異なることは以前から知られていましたが、その差が予想をはるかに超えていることが明らかになってきました。これは、宇宙の構造に未知の要素が存在することを示唆しています。宇宙空間の性質自体も、従来の理解を超える複雑さを見せています。特定の領域では、光の変更面が予期せぬ回転を示すことがあります。この現象は、空間の微細構造に関する新しい理論の構築を促しています。観測技術の進歩により、宇宙の温度地図を作成することも可能になってきました。この地図は、予想外の温度パターンを示しており、特に大規模な低温領域の存在は、現在の宇宙モデルでは十分に説明できません。重力波の観測からも、想定外の発見が続いています。一部の重力波信号は、基地の天体現象では説明できない特徴を持っています。これは、未知の天体現象の存在を示唆するものかもしれません。宇宙の観測限界を超えるための革新的なアプローチも検討されています。例えば、重力レンズ効果を利用した宇宙望遠鏡の概念があります。これは、大質量天体の重力度を巨大なレンズとして利用し、その向こうにある遠方の天体を観測する方法です。実際に、アインシュタインリングと呼ばれる現象を利用して、通常では見ることのできない遠方の銀河を観測することに成功しています。この技術をさらに発展させることで、観測限界に近い天体をより詳細に観測できる可能性があります。また、量子もつれの性質を利用した新しい観測方法も提案されています。量子もつれた粒子のペアを使用することで、従来の工学的な限界を超えた観測が理論的には可能です。宇宙の膨張による観測限界には、興味深い例外も存在します。例えば、
プリモーディアルブラックホールと呼ばれる宇宙初期に形成された超小型のブラックホールです。これらは現在も宇宙のどこかに存在している可能性があり、その蒸発過程を観測できれば、ビッグバン以前の情報を得られるかもしれません。宇宙の構造形成についても、新しい発見が続いています。宇宙の大規模構造と呼ばれる、銀河の分布パターンは、あたかも巨大な泡が連なったような構造を示しています。この構造の形成過程を理解することは、宇宙の過去と未来を理解する鍵となります。特に興味深いのは、大きなオズ、グレートスローンウォールと呼ばれる巨大構造です。これは10億光年以上の大きさを持つ銀河の壁で、その存在は現在の宇宙論モデルでは十分に説明できません。また、ボイドの連鎖と呼ばれる、銀河がほとんど存在しない巨大な空洞地帯も発見されています。これらの構造は、宇宙の初期条件や進化過程に関する重要な情報を含んでいると考えられています。宇宙の膨張加速の原因とされるダークエネルギーについても、新しい仮説が提案されています。例えば、幽霊場、ファントムフィールドという概念です。これは通常の物質やエネルギーと異なる性質を持ち、宇宙の膨張を加速させる可能性があります。さらに興味深いのは、ビッグリップシナリオです。もしダークエネルギーが特定の性質を持っていた場合、宇宙の膨張は最終的に無限大の速度に達し、あらゆる物質を引き裂いてしまう可能性があります。一方で、宇宙の膨張に関するバックリアクションという考え方も注目されています。これは、局所的な重力の影響が宇宙全体の膨張に影響を与える可能性を示唆しています。このモデルによれば、現在観測されている宇宙の加速膨張は、実際にはダークエネルギーではなく、物質の不均一な分布による効果かもしれません。宇宙の観測限界に関連して、情報パラドックスという興味深い問題も存在します。宇宙の膨張により、やがて他の銀河からの情報が永遠に届かなくなるとすれば、その情報は実質的に失われることになります。これは量子力学の基本原理の一つである情報保存の法則と矛盾する可能性があります。この問題の解決には、量子重力理論の完成が必要かもしれません。また、宇宙検閲間仮説という概念も、観測限界と密接に関連しています。この仮説は、特異点は常にブラックホールの地平線の内側に隠されており、外部からは観測できないと主張します。しかし、最近の研究では、特定の条件下で裸の特異点が存在する可能性が指摘されています。もしこれが事実なら、私たちは物理法則の限界を直接観測できるかもしれません。宇宙の局所性の概念も、観測限界に新しい視点を提供します。量子もつれの実験結果は、アインシュタインの局所実在論に反して、離れた場所の粒子が瞬時に影響を及ぼし合える可能性を示唆しています。これは宇宙の観測限界に対して、全く新しいアプローチの可能性を開きます。理論的には、量子もつれを利用することで、通常の物理的限界を超えた情報のやり取りが可能かもしれません。ホログラフィック原理も、宇宙の観測方法に革新的な視点をもたらします。この原理によれば、3次元空間の情報は、2次元の境界面に完全に記述することができます。この考え方を発展させると、私たちが観測している3次元の宇宙は、より高次元の空間の影である可能性も示唆されます。これは、観測限界の本質を根本から見直すきっかけとなるかもしれません。最近では、量子もつれネットワークという概念も提案されています。これは、宇宙空間に広がる量子もつれの網目構造で、地空の基本的な性質を決定している可能性があります。この理論によれば、私たちが観測している時空の連続性は、より根本的な離散的な量子もつれネットワークから生まれた創発現象かもしれません。宇宙の再加熱という概念も、観測限界に関する重要な思想を与えます。これは、宇宙初期のインフレーション期の後、宇宙が急激に加熱された時期を指します。この時期の詳細な観測ができれば、インフレーション理論の検証や、物質優勢の宇宙が生まれた過程の解明につながる可能性があります。宇宙の観測限界に挑む中で、空間と時間の概念そのものを再定義する必要性も出てきています。特に、超大規模な構造を観測すると、私たちの同時性の概念が通用しなくなることが分かってきました。異なる場所での出来事の順序が、観測者の位置によって入れ替わる可能性があります。
これは単なる相対論的効果を超えた空間の本質的な性質かもしれません。さらに興味深いのは宇宙の記憶効果の発見です。特定の領域では過去の事象の影響が予想以上に長く残存することがあります。この効果は宇宙の進化過程に新しい視点をもたらしています。宇宙の膨張による観測限界は逆説的にも新しい観測手法の開発を促進しています。例えば、複数の観測装置からのデータを量子的に結合することで、個々の装置の限界を超えた精度を実現する試みが進められています。これらの発見は、宇宙の本質に関する私たちの理解をより深いものにしています。観測限界があるからこそ、私たちは創造的な方法で宇宙の謎に挑戦し続けているのです。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか？もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。